次に使われる食材予想ティアー。ジャスパルと申します。スプリングフェスの新サラダの食材が判明しましたので、おそらくサマーフェスで来るであろう新カレーで使われそうな食材だったり、次の環境でフィーチャーされそうな食材を予想していきたいと思います。もしかすると次のフィールドの木の実もわかるかもしれません。それでは参ります。ということで、次の新カレーで使われそうな食材予想ティアを作ってみました。新カレーもさることながら、次の新フィールドの料理環境でこの表の上位に入っている食材たちが活躍する可能性がふんわり高いんじゃないかということで見ていきたいと思います。で、この表を説明するために、まず最近の料理環境がどうだったのかというおさらいからやっていきたいと思います。まずはこちら。ゴールド環境の最強レシピ群で使われた食材のレシピ使用数となっております。目覚めるパワーシチュー、居合切りすき焼きカレー、負けん気コーヒーサラダ、リンゴ酸ヨーグルトサラダ、スパークスパイスコーラ、ドーのエクレア。以上の6レシピでいくつのレシピに採用されたのかっていうものをまとめたものです。見ての通り、当時最新食材だったコーヒーが4レシピで使用されていて、全料理ジャンルで使うことができたっていう、まさしくティア SS 食材でしたね。ゴールド環境は超コーヒー環境ということができるでしょう。その後追加レシピで卵や甘い蜜あたりがフィーチャーされた感があったんですが、この時点で生姜ってあんまり使われてなかったんですよね。そしてラピス環境ではティア SS 食材だったコーンはさすがに一回お休みって感じで、ハーブとともにゴールド環境では新レシピが作れるようになるまでの間を支えてくれるような、そんな食材でした。なおこの時はまだアボカドとカボチャは存在していませんでしたね。こんな感じの環境でした。そしてカボチャとアボカドが襲来したアンバー環境、食材の使用数はこんな感じに変化しました。新緑アボカドグラタン、地ならしワカモレチップス、新サラダ、ドキドキコアイカオパンケーキ、蜜集めチョコワッフル。以上の新サラダを含む現在最強レシピ群の5レシピに使用されている食材たちです。いきなりコーンが復権してるんですよね。前回ね、一回お休みな感じだったコーンがここに来てまた存在感を放ってます。ただ、ラピスのコーン環境、ゴールドのコーヒー環境みたいに全ての料理ジャンルを横断するような圧倒的ティア SS 食材みたいなものはなくて、割と群雄割拠というか、食材ごとの個性が出るような、そんな料理環境な感じがしますね。今だと蜜とカカオはほとんどデザート専用みたいな感じになりつつあります。で、ゴールド環境の時には下の方にいたポテト、オイルなんかもしっかりと今環境では存在感を出してきて、新食材のアボカドと今回ようやくサラダにも使えるようになったカボチャ、今のところこのあたりの食材が中心となっている、そんな印象ですね。そしてアンバー環境の最強レシピ群で未だに使われていない食材がネギ、リンゴ、ミート、生姜、尻尾、コーヒーとなってます。コーヒーと尻尾はなんとなくわかるとして、それ以外の食材で特に生姜は全環境でもそこまで使われていなかったので、今回新レシピサラダが発表された時に真っ先にまだ生姜使わないんだと思ったりもしたんですよね。そんな感じでコーンががっつり復活して、アボカド、カボチャを中心にデザートだけは蜜が牛耳っているような、そんなアンバーの現在の料理環境となっております。で、これらを合算したものが、こちらということで、ゴールドアンバーの最強レシピ群ではなんとなくこんな食材勢力図になっているのかなと思います。で、丸で囲ってあるのは現在の最強レシピ群でまだ使われていないアンバー環境であんまり使われてない食材っていう感じですね。ってことでひとまず生姜はそろそろ使われないとなんならかわいそうまでありそうな状況と言えるのかなと思います。そして何気にハーブも全然レシピが増えてないんですよね。で、ネギ、リンゴ、ミートも新たな出番を待っていると。さあ、これに加えてここ最近追加されたポケモンたちの食材もちょっと気にしてみたいなと思います。昨年の10月末、バケッチャ以降に追加されたポケモンたちの食材まとめてみました。A、B、C すべて合算してあります。なお、特殊なポケモンであるハロウィンイーブイ、ホリデータマザラシ、ミュウは一応除いてあります。
実はね、かぼちゃ結構追加されてるんですよね。バケッチャ、ミカルゲ、アルクジラ、ラティアス。ハロウィン EV も含めたら5匹になるので、それなりに追加されてはいるんですね。さらに丸をつけてあるのは新サラダの食材ってことで、おそらく3度もこの食材たちのどれかになるんじゃないかってことで丸をつけてみたんですけど、かぼちゃはこれまででも結構多いので、あっても第3食材とかになりそうな雰囲気は感じますかね。コーンのポケモンになりそうな雰囲気も感じます。そんな感じで、豆ミートはね、追加されているポケモンこそ多いんですが、今環境ではまだ新たなレシピをもらっていなかったり、ネギもまだ使われてなかったり、みたいなところで、ポケモンスリープって割と直近で追加されたポケモンの食材を結構しっかり活躍できるようにレシピに追加してくれている印象があるので、このあたりもなんとなく意識して次のカレーに使われそうな食材考えてみたいなと思います。ってことで再び最初の表に戻ってきまして、新カレーの食材予想ティア、こんな感じにしてみました。 S カモ、ハーブ、生姜。 A カモ、ミート、ネギ、リンゴ、大豆。 B カモ、カカオ、かぼちゃ、蜜、キノコ、コーン、コーヒー。 C カモ、それ以外みたいな感じにしてみました。ふんわり左右差ありのつもりで選んでみたんですが、そもそも当てにならないと思うので当てになりませんよろしくお願いしますが、その根拠をねお話ししていこうと思います。まず S カモ、ハーブですね。最近のポケモンで集められるのはナックラーの第2食材です。ゴールド環境では最強レシピがなかったハーブ、今環境サラダのワカモレをもらったわけなんですが、まだ物足りなくないかってことで、カレーで使いやすそうな食材ですし来てくれるんじゃないかと S に置いてみました。あとこれは完全になんとなくの私の印象なんですけど、今環境かなり海流の食材に寄っている印象があるんですよね。これはたまたまなんでしょうかね。ちょうどね、アンバーで木の実一致で活躍できるドラゴンタイプ海流の食材コーンとオイルがかなり環境の中心になっているので、もしねちょっと意図的に海流の活躍タイミングを作ってくれているような感じであれば、ハーブも来るんじゃないかってことで S で真っ先に名前を挙げました。生姜じゃないっていうね。そんな S かも一つ目、ハーブでした。続いて同じく S かも生姜ってことで、さすがにそろそろ来るだろうってことで S に置いてみました。最近のポケモンで集められるのはボーマンダの第2食材になっているんですけど、生姜のポケモンがサマーフェスで新登場するのかもなーなんて思ったりもするんですが、どうなるでしょうかね。アンバーではね、ヨーギラス、ガルーラ、人影も登場して、ガルーラはなんか急にちょこっと強化されましたし、タツベイも集められる食材ということで、もういいんじゃないかと思っているんですけれども、ハーブの時に言った海流の食材が活躍できてるよね的なメタで考えるのであれば、私もしかするとここで生姜を出さないで、次のフィールドがバンギラスのアークタイプ、生姜大活躍みたいな未来もちょっとあるんじゃないかって思ったりするんですよね。ちょっとなんですけど、いずれにせよさすがにそろそろ活躍のタイミングが用意されてるだろうと信じて疑いませんので S カモに置きました。生姜でした。ってことで S カモランクはこの2食材ハーブ生姜としてみました。ぜひね皆さんのご意見もお聞かせください。続いて A カモランク、もうちょっとサクサク参ります。ミートはタツベイの C、 アルクジラの B、 オンバットの C です。すき焼きカレー以降最強レシピ群に使用されていないのでこの位置にしてみました。一応バケッチャシチューで使われてるんですが、デザートで使うのも難しそうで、サラダでも今回追加がなかったのでカレーで今再び登場となるでしょうか。食材のポケモンであるアルクジラが持ってきているっていうのも評価して A カモにしてみました。続いてネギ、ミカルゲの C とオンバットの B ですね。昨年のサマーフェスカモネギ追加から1年経ちますので、そろそろ追加レシピあるんじゃないかっていうのと、サマーフェスで再びカモネギピックアップが来るのであれば一緒に追加しやすいんじゃないかみたいなところで A カモに置いてみました。
またエナジー高めな食材となっているので、上の方にいるね、生姜とかミートとかリンゴあたりだけだとレシピ的に強くなりきらなそうだなっていうところから、エナジーデカめの食材も何かしら来るだろうっていう読みも含まれてます。新サラダのね、食材のエナジーすんごいですもんね。なお、新ポケモンの追加はさすがにまだないんじゃないかなと思ってます。ネギでした。続いてリンゴ。オンバットの A ですね。リンゴはリンゴ酸サラダ以降追加がないのと、カレーでなかなか使われてこなかった食材なので、ここらで使われても面白そうかなっていう感じで入れてみました。で、その場合って、リンゴは数を大量に要求しても、レシピのエナジーがそこそこに抑えられるので、いよいよね、食材数120個くらいの、今よりもさらに1段階上のレシピボーナスの、当時でいうリンゴ酸サラダ的な料理が来たっておかしくないのかななんて思ったり思わなかったりしてますね。そして最後、大豆。これはバケッチャの B とナックラーの C ですね。食材のポケモン2匹が持ってくるのを高く評価しています。大豆はゴールドでは目覚めるパワーシチュー、アンバーでは若漏れと、使われてはいるんですが、がっつり使われる食材っていう感じでもないかなと思ったので、新サラダが若漏れより強いのであれば、カレーで最強レシピを上げてあげてもいいんじゃない的ななんやかんやですね。大豆もバンギラスと共に大活躍のタイミングを待っているのかもしれませんね。そんな A かも4種類、ミート、ネギ、リンゴ、大豆でした。続いて B かも、さらにサクサク参ります。カカオ、トゲデマルの C です。最近デザートにしか出番がなくて、エナジー高めの食材になるので、今回のカレーでお呼びがかかるかもしれませんね。アブソルにちょっこり強化が入ったっていうのも、そろそろカカオの新ポケモンを追加しやすくしてたりとかするのみたいな邪推もあります。お次、かぼちゃ。これはいろんなポケモンが集めますね。夏野菜なので、サマーフェスで使いやすいんじゃねっていうところと、こちらも高エナジー食材なので、周りのメンツ的に入れやすいんじゃないかなっていう読みですね。ただ今回、これまでのコーヒーやコーンに該当するような、全料理ジャンルで使えるような汎用食材みたいなものをあえて用意していないような雰囲気も感じているので、バケッチャシチューもあるので使われても B くらいの位置なのかなと思いました。お次、蜜、アブリーとツボツボですね。今環境では蜜使われてはいるんですけど、あまりにもデザートに寄りすぎているということで、カレーが甘口系なのであればあり得るのかなといったところでしょうかね。お次、キノコ、ミカルゲとラティアスともしかしたらサンドですね。これは新サラダで使われるので連続してこないような気もするんですけど、キノコもこれまでそんなに立ち位置のいい食材ではなかったイメージなのと、高エナジーっていうところを評価してこの辺に入れてます。どちらかというと次の環境で使われるような気もするんですよね。ミカルゲも悪タイプということなんでしょうか。お次、コーン、アブリーともしかしたらサンドですね。一層再び高温環境にしてしまおうというのであればありなのかもしれないなと思いました。あとコーンも夏野菜ですね。最後、コーヒー、つぼつぼの B ですね。今環境コーヒー1回お休みになってもおかしくなさそうなんですが、1個ぐらい出してもいいのかなというところで、目覚めるパワーシチューからも結構感覚空きましたしね。あとはコーヒーもエナジーが高いという感じになってます。そんな B かも、カカオ、かぼちゃ、蜜、キノコ、コーン、コーヒーでした。C かもの食材に関しては割と最近たくさん使われた食材ばかりとなっていて、尻尾はね、私これも完全に個人的な予想なんですけど、ガラルヤドンが来る時についに新レシピ来るんじゃないかと思っているので、サマーフェスがこれまで通りの虫、水、飛行タイプフィーチャーイベントであるならば、まだなんじゃないかなと思ってます。あとは新緑アボカドグラタンの食材を外しているっていう感じになってますね。サラダのコーンみたいにアボカドとかは再び入ってくるかもしれませんね。で、トマトは夏野菜なので本当に夏野菜カレーが来るのであれば入るかもしれないんですけど、そうするとパンケーキと被りすぎる気もするので、ここら辺かなといったところですね。そんな感じの新カレー食材予想ティアとなっております。いかがでしたでしょうか。
特に S、A あたりの食材は次の料理環境でフィーチャーされる可能性もそれなりに高いんじゃないかと思ってますし、なんとなく次のフィールドの木の実、まずバンギラス予想のアークタイプ。あとはハーブ、生姜、ミートがリザードンに該当するので炎タイプみたいな。あとは何が来るでしょうかね。この2つのタイプだとダークライとエンテイっていう幻と伝説のポケモンがすでにいるので、新しい伝説イベントを来年やるっていうことまで考えると、これまでの伝説ポケモンが来てないタイプがもう1個入りそうですよね。シアン EX が今年追加されるんだったらそことも被らないようにしてみて、格闘タイプウェーニバルの大豆ネギとかですかね。でも格闘も結構伝説イベント難しそうなんですよね。いわゆる3頭テラキオン、ビリジオン、コバルオンたちは格闘じゃない方のタイプになりそうですし、マッシブーンとかパラドックスポケモンたちって純伝説ともちょっと違いますよね。どういう扱いになるんでしょうか。なんてこともね、妄想しつつ、この表の上位の食材のポケモンが近々活躍するんじゃないかっていうことを楽しみに待ちたいなと思います。責任は取れないんですが、ぜひね、次にどんな食材のポケモンを育成するかの参考にご利用ください。そんな次に使われる食材予想ティアでした。ぜひね、皆さんの新カレー食材予想 S ティアもコメントお待ちしております。本当に新カレーはどんな料理が来るでしょうかね。そして新サラダはやっぱり小さめサイズになるんでしょうかね。スプリングフェス楽しみにしておきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みになります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、いろいろと妄想しつつ、まずは目の前のスプリングフェスで必要な食材のポケモンゲットしていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。